事実を事実のまま完全に再現することはいかに面白おかしい架空の物語を生み出すよりもはるかに困難である。アーネスト・ヘミングウェイ。男の背後には拳銃を持つ強盗が迫っていた。男に強盗をしようと照準を定めていた。男は薄く目を開け歩き気配を伺っていた。ここはフィリピンの下町スラムの一角。おい、うわっ！人体のパーツを電車の車列に例えるなら、体幹部は連結部。男はここを姿勢と呼吸で整え、少しの重心移動で莫大な力を出した。これは事実談であり、この男は実在する。この男の一大記を読者に伝えたい一年闇がたいので、アメリカのノーベル賞作家ヘミングウェイの言う困難にあえて挑戦するしかない。私たちは真剣かつ冷静にこの男を見つめ、そしてその価値を読者に問いたい。2020X 年。せいやあっちで代表の3位会やってる。着衣 MMA リアルファイト空手の生みの親だ。これが世界的競技着衣 MMA リアルファイト空手の生みの親、小沢先生のサイン。僕も先生みたいになりたい。先生はどんな人生を歩んできたんだろう。1970X 年。小沢隆、高校生。思春期の小沢隆は人間の死、とりわけ人の生きる意味について深く考えていた。人は必ず死ぬ。死ぬと暗黒の宇宙に放り出される。息子さんは大丈夫なのかね。小学校の頃から鍵っ子じゃないか。あら、うちの高須は大人ですから。お前が小沢隆か。勝負しやがれ。俺とタイマン張れや。おい、素通りか。大血がついたのか。痛えか。おら連打で行くぜ。圭介兄さん、さすがボクシング部、かっけえ。かな。うわやめて小沢君、僕らの負け。空虚だ。おお、よしよし。最近よく来る高校生、いい体してる。よう兄ちゃん、空手やってみね。空手？せいどうよ、うちの道場。面白そうだろう。似合うじゃないか小沢君。さあ肩稽古だ。はっ！体を動かせば空虚が吹っ飛んでいく。これは動く禅。楽しい。空手との出会いは小沢隆の空虚な心を癒した。お前空手バカ1台読んで入門したのか。はい、何ですそれ。知らねえの？遅れてるな。まあここは当てる空手だ。心配いらねえ。喧嘩も強くなるさ。海外視聴者向けの補足説明であるが、漫画内の時代背景において日本の空手競技は攻撃を当てないことが主流だった。その後当てる空手競技が漫画メディアの宣伝効果もありブームに。だがその当てる空手も顔面は禁じて、この漫画はそんな時代のお話である。師範、そろそろ小沢君にも組手をやらせていいかと。よかろう。やった。ずっとやりたかったんだ。ストリートファイトで鳴らしたから自信がある。始め。間合いはちゃんと測って
打撃も応戦し、乱戦になったらいつものように首投げから抑え込もう。せいやあ、やめい。何？離れろ離れろ。なんで？一本の声が聞こえなかったのか。終わりだ、もう終わりだ。なぜ？今まで経験してきたストリートファイトは一発二発で終わらなかった。一発二発で終わらないから必ず乱戦になり取っ組み合いになった。そして戦いは必ず膠着し、そこからの技術もあった。重要なのはここからでは。先輩、なぜ今ので終わりなんですか？聖剣好きは当たれば人は死ぬ一撃必殺だからです。私は今まで顔面パンチで死んだことはありませんが。それは相手の方が空手を知らぬ素人だからでは。私の拳が人に当たれば人は死にます。空虚だ。空手にリアルはなかった。何もかも偽物だ。大学進学後、さらに空手への疑問を深める出来事が起きる。失敬な。私の聖剣好きが主のタックルより弱いとは不届きな。私は10枚の瓦を割りブロックさえ割る。そんなものが当たれば人間は即死だ。試してみるか。わかったわかった。俺の負け。空手修行の道は奥が深い。武を語る者が球技に負けた。ゲバゲバやめてくれ。ストスト。日本の学生運動、暴力に発展するほど激しい時代があった。グギャ生きている。陥没したが生きている。後日亡くなられたわけだが、やはり鈍器系打撃では戦闘不能に陥らすという意味では必ずしも一撃必殺とは言えない。ボクシングなどで一瞬で失神するのはグローブルールだからだ。鈍器系ではなくバレーボール系の打撃と言える。でも聖剣好きを一撃必殺だと思い込んでいる空手家は多い。空手家は攻撃を当てない、ないしは顔面には当てない。この歴史をしばらく続けたことで空想で聖剣好きを語るようになったのかもしれない。今まで空手、ボクシング、ウェイトトレーニング、いろいろやった。どれも私の空虚を完全には埋めてくれない。どこにリアルはあるの？極真空手全日本チャンピオン東隆は防具で安全性を担保した上での顔面解禁投げありのほぼ何でもありルールの空手競技を考案。習いたい。だがここ長野には私が立ち上げた空手研究会もある。東先生の道場は宮城県。長野を離れるわけにはいかない。とりあえず一回会いに行こう。そうですか。長野からはるばる。よかったら一回スパーリングしてみましょうか。始め。東先生の著書はみ出し空手で読んだ。先生は私と似た格闘理論を持っていた。直好きは言うほど効かないという事実。しかも防具付きなので顔面パンチから乱戦になる可能性は高い。そうなったら得意の首投げでさい組んだ。さつき、そうか、さすが東先生。すごいパワー。やめ。君には才能がある。よかったら下宿を借り長野と往復生活で大道畜を学ぶといい。そして私の技を長野の人に伝えるといい。芦原に東に芦原の弟子石井とかいうのも全く勝手なことをしてくれます。ほらそら極真を離れ顔面金的解禁の新しい空手競技選手権を開催した。私の人生も短い。自分の可能性をかけてみたかったのだ。
ブレイクブレイク。膠着後の技術だってあるのに。たかし試合お疲れ様。あ、たかしじゃなくて東先生。たかしの持ってる長野の空手研究会、そのまま大道塾の支部にしないか。先生。1980X 年。日本の視聴者はあれ誰かに似ていると思ったかもしれない。そう、彼こそが猿渡哲也先生の漫画「タフ外伝宮沢聖子」のモデルなのである。東先生から長野支部を任されるようになった。リアルファイトを求めて行き着いた大道塾北斗記。この競技は非常にリアルファイトだ。楽しい。ただ一つ、現状の北斗記ルールでは学べない技術がある。膠着しちゃいましたね。一回離れましょうか。ああ、いや、分けずにそのまま続けてください。でも現状の大道塾のルールでは分けるタイミングですよ。それにこんな状況からどうやって攻撃に持ってくんですか。肘使って太ももの内側から股を割ってみてください。あ、隙間ができた。これなら攻撃に回れる。例えば今朝固めなんかもここまで決まれば膠着状態に思えるかもしれないじゃないですか。でも外せるんですよね。こうやって足をかけて背中側から引っこ抜く。相手がこの抜け方を知っていたらこうやった足を取られまいと追っかけっこになります。すると相手の重心はまとまるのでひっくり返す。ストリートファイトの経験上、リアルファイトは高確率で膠着します。リアルファイトには審判はいないでしょう。いくら膠着しようとも自ら膠着解除して攻撃に転じなくてはなりません。我々はもっと膠着後の技術を練っていきましょう。1990X 年、日本格闘技界は総合格闘技とグレイシー柔術の炎に包まれた。高田は負け、船木も負け、格闘家は死滅したかと思われた。だが小沢隆は死滅していなかった。90年代に入ってから格闘技ファンの界隈でプロレスラーが何でもありで戦ったらどうなるかという興味が盛んな気がするが、うちの同情生は普通の体のただの田舎の人だが、何でもありルールなら鍛えられたプロレスラーに勝ってしまうんじゃないか。なぜかというと、プロレスラーたちは膠着後の技術を知らない。これはヒクソン・グレイシー。私たちの格闘スタイルとそっくりだ。修練進化。修練進化とは、複数の異なるグループの生物が同様の生態的地位についた時に、系統にかかわらず類似した形質を独立に獲得する現象である。まさか我々の空手とグレイシー柔術は格闘技界の修練進化だというのか。1990年代、グレイシー柔術や UFC を代表するように世界クラスで同時多発的に格闘技、総合格闘技化の動きがあった。一方の系統樹ではグローブ空手、後の K1 が発生する。さあだけ強い、さあだけ強い。グローブ空手出現により最強はキックかスーパーセーフかの論争が起こっている。はっきり言ってうちはアマチュア、競技が違う、それだけだ。だからほっときゃいいんだが、実戦空手を標榜する以上対面を保っておきたい。なあ、佐竹とかの東和杯と大道塾、どっちが強いかな。東和杯に決まってんだろ。大道塾格闘空手言うてるが、ヒクソンに勝てんのかな。無理。空手は総合に勝てるわけね。昨今の K1 グレイシー柔術ブームで我が大道塾の会員数に影響が。大山先生、
極真空手は史上最強の格闘技です。君というか、梶原くんがそういうブランディングをしてきたんだから後に引けないんです、君。そしてしまいにはこれ、グレイシー柔術はまるで黒船。なぜ空手はアマチュア競技なのに実践がどうとか言い出してしまったんだろう。梶原一騎のせいか。メディアで膨らむ素人たちの妄想、ほっときゃいいんだが対面は保ちたい。それは同情生獲得につながるからだ。うちのプロ工業ウォーズでも総合の試合を組もう。小沢隆君の長野支部は生徒に総合格闘技っぽい練習をさせていた。隆に相談しよ私だ。東先生。相談があるんだが、昨今の総合格闘技ブームに対抗するためにうちの工業でも総合の試合を組みたいんだ。本部から選手を出してもいいが、小沢君のところは総合っぽい練習してて適任かなって。別にアマチュアなんだから対抗する必要ないのに。そりゃ膠着後の技術を練ってきた我々は総合に対応できる。だからってこの人たちは青少年育成のために空手を教えてきた田舎の普通の人だ。だが勝ってしまうだろう。女ボブサップが強すぎる。女ボブサップ石原美和子。この度はウォーズを盛り上げてくださりありがとうございました。私の東先生。いやー、この前のウォースは選手を3人も出してくれてありがとう。いえいえ。とりあえずこれで対面は保ってた。空手は総合には勝てっこないのに、今なら大山先生の気持ちがわかるよ。世論に押されてプロ工業で強さを証明しなきゃならないもどかしさ、別物なんだから争う必要ないのに。実戦格闘技を標榜している以上、総合格闘技グレイシー柔術にもそれなりに対抗していかなきゃならない。でももう目的は果たした。これ以上は私の理念と違うから総合からは距離を置く。とにかくオーズの件ではありがとう。では。はい。格闘の現実性に向き合ってこそ武道教育になりうる。だからこそ成立する武道の教育性を守らなければ理念が違うのだから独立しよう。我々は何でもありルールを実践してきた。危険技だけ廃止して着衣 MMA リアルファイト空手ルールを競技化しよう。名前は禅道会、動く禅という意味合いで名付けた。世間の空手は実践空手と言っているのだから、私たちのように武道の名誉や格闘と現実に向き合おうとする。それだからこそ成立する武道空手の教育性を大切にする同志もいるに違いない。禅道会ってなんだ？大道塾みたいなもんだろ。追従する団体はなかった。はみ出しの中のはみ出しだ。孤独だ。孤独の中、リアルファイトを追い求めるたかしに福音が届く。シンクロニシティ、意味のある偶然はある。世界で同時多発的に格闘技 MMA ブームは起きていた。禅道会っていう着衣 MMA の団体があるって、本当か？やってみたい。世界にこの競技を広めていこう。世界中の武道の本質を求める人から受け入れられた。世界中に同志ができた。着衣 MMA の開祖小沢隆。時系列は現代に戻る。あっちで代表の3位会やってる。着衣 MMA リアルファイト空手の生みの親だ。こうして禅道会はプロ格闘技団体にあまたの強者を輩出し、世界に着衣 MMA リアルファイト空手を普及する。物語は再び極真狩りの世界線へ戻る。ウクライナ戦争始まって2年半、ウクライナは
まだまだ大変です。ご支援いただけますと幸いにございます。全道会ダニエラ基金は概要欄から。12月1日は東京都渋谷区に集まれ。東京国際 2024RF 武道空手道選手権大会開催します。詳しくは概要欄へ。意味がないわかるわかるかな。なめてんのなめてない俺が本気できると言ったら本気で蹴らないと。なめてないなめてんだろ俺が本気で蹴れと言ったら本気で蹴らないと。ぶち殺すぞこの野郎。ぶち殺すぞこの野郎。